はい、皆さんこんにちは。リジェクトロート G の時戸でございます。本日はですね、昨日、蒲郡行って、号機のね、ロケテスト行ってきたので、その感想をできればその場で撮りたかったのですが、あまりにも忙しいスケジュールだったので、できませんでした。なので、戻ってきてから今撮っているところで、ございますと。でですね、当初は、抽選でできるよっていうことだったんですが、それ以外にも、普通に二先対戦台というコーナーがありまして、そちらの方に、並べば、二先で、遊ぶことができるという。それはね、抽選とか関係なく、今言った皆さんが、できると思います、きっと。僕はできました。そしてですね、お待ちかねの性能報告ということなんですが、当初から気にしていた、歩きの速度や体力などについて。で、歩きの速度なんですが、おそらく、全キャラで一番速いんじゃないかなと、思いました。というのはですね、一番歩きが速いチュンリーをハメコさんに選んでいただいて、ずっと前入れてもらったんですよ。チュンリーがこう来る。で、僕は号機でこっち側からこう歩いていく。で、こう中央でお互い押し合うわけなんですけど、基本的には歩きが速いキャラの方がちょっとずつ押していくんですよ。こう綱引きみたいに。で、歩きの速いチュンリーと号機でやったところ、号機の方がチュンリーを押していたので、歩きの速いチュンリーよりも号機は足が速いということになるんじゃないかなと、僕は考えるわけです。そして体力。これなんですが、このゲームは基本的に、ほぼ全キャラ、通常投げというのは1200ダメージでございます。で、その1200ダメージを何回もやって、トータルの体力どんなもんかなというふうに測定したんですが、号機は7回投げた時点で、次投げたらもう倒されるぞという体力まで、いってしまいました。で、投げで減ってるダメージの、半分ぐらいが7回投げた時点で最後残ってたので、おそらく、切りのいい数値でもありますので、1200ダメージかける 7.5 回分。つまり体力は、9000じゃないかなと予想するわけであります。で、低体力、高機動力。ここまで来ました。スピード&パワー？スピード&パワー。スピード。パワーなんだよね。スピードは今あるから、続いてパワーの部分なんですが、これはね、まだちょっとわかりませんでしたね。今回新技が増えてるということもあって、そういった技をどんだけコンボに組み込めるのかとか、そういうのはですね、ちょっと発売されてみないとまだリアルバトルハブで調べるだけでは不十分だったので、パワーについては、こうご期待という感じで、ございます。2日目以降行かれる方の情報をチェックしてパワーについては探っていこうと思っております。皆様よろしくお願いいたします。で、強そうな技についてなんですが、しゃがみ中キック。こちらはだいたい剣と同じぐらいの長さなのかなと思いました。発生フレームも僕らの調べたとおそらく7フレーム。その他にも立ち大パンチ。こちらがですね、キャンセルのかかる、剣の立ち大パンチみたいな。大パンチを持っておりました。で、さらには前入れながら大パンチを押すことで、リーチの長い、牽制技。で、それはですね、おそらくヒット確認をして、ターゲットコンボでつなぐことで、ダメージと、画面を運ぶことができる。そしてダウンも奪うことができるような、性能となっておりました。そして必殺技なんですが、波動拳。これはですね、打ってみた感じ、ちょっと、発生が遅い形の、硬直は短め。画面はね、多分全部の、波動拳で画面端まで届くタイプ、途中で消えないタイプだと思うんですが、弱は発生がちょっと遅くて、その代わり硬直が短め。で、今日は発生が早いんだけど、ガードさせた時のマイナスフレームが大きいタイプかなと思いました。飛び道具は、結構ね、高性能かなと思います。で、溜めることによって、性能が変化します。ためは、ためなし、ちょいため、マックスための
3つの、波動拳があると。最大ためは、灼熱。皆様おなじみ灼熱波動拳に、見た目が変わって、三段技と。で、面白いのがね、ちょいため波動が相手に当たったら、2ヒット、ポンポンっていう感じで、相手に硬直を与えるわけですが、ちょいため波動でも相手にガードさせると、有利フレームの合気が取れていたと思います。なのでですね、画面端にいる相手に、大パンキャンセルちょいため波動で有利取って、また、しゃがみ中継やって波動拳みたいなのがひょっとしたらできるのかなとか。あとは必殺技、面白そうだなと思ったのは、鉄拳から来た、灼熱滅生ですね。弱中強でまたこれも変わるんですが、今日は、相手を画面端に吹っ飛ばせてそこから追撃が入るタイプだったので、画面端に近い時に、決めると、追撃を含めて大ダメージが取れるんじゃないかなという性能だと思います。あの技を使ってね、ちょっと火力を伸ばして、こちらの、低体力な分を補う火力を出していく。スピード&パワーということで、期待している技でございますので、皆さんね、多彩なコンボルートを発見してくださることを、お祈りしております。お願いします。で、SA3 種。合気はね、実は4種じゃないかと言われておるんですが、SA1、こちら、滅殺合波動拳です。で、これは空中でも出すことができまして、残空波動拳の強化版みたいな感じで、いわゆる天魔合残空という飛び道具系の技です。これは無敵もあると思いました。で、SA2 なんですが、こちらが、なんだっけな、名前忘れちゃったんですけど、真空波動拳コマンドプラス P で出る、画面端に近ければ追撃可能なタイプの竜の SA2 みたいな感じじゃないかなと思いました。で、無敵もあって、弾抜けにも一応使えるんですが、残念ながら、リーチがね、ちょっと短くてですね、僕は弾抜け狙った時は、相手の目の前で使ってしまうというですね、残念な結果になることが多かったので、でもコンボで使えるようになると思うので、ここから、高火力を出してね、スピード&パワーということで、よろしくお願いいたします。そして、SA3 の方は、いわゆる打撃ロック系、相手の顔面にドカッとね、パンチを繰り出す技でございますが、昇竜拳から決めて、コンボになったので、ひょっとしたら対空昇竜拳とかからもう繋がるのかな、それ調べときゃよかったな。そういう使い方です。コンボで竜巻決めて昇竜拳みたいなのが合気の伝統のコンボだと思うんですが、そこからさらに、SA3 を決めることで、大ダメージが期待できるということでございます。で、さらに、CA となる状況ですね。体力が 25% 以下になると、体力ゲージが黄色くなって、そこで、SA3 を出すと、CA に変わるということなんですが、合気は、その CA 以外にも特別な必殺技があります。それが、春極殺。合気をね、代表する技と言ってもいいと思うんですが、まず、こちらの春極殺。暗転を見てから飛べません。なので、暗転した時点で、相手がもう投げれる状態にあれば、そこからもう相手は回避することができなく、ダメージも高かったです。4000オーバーは確実か。どんぐらい4500ぐらいやってんのかな、あれ。あと演出が、とにかくかっちょいいってことで。でね、わかんない。モダン使ったらワンボタンで出るんじゃないか、みたいなことは、僕はクラシック1本で、練習してたので、ちょっと、わかんなかったです。ただ、クラシックでやったところ、ラッシュから、生ラッシュから、そのままスムーズに出すことができたんで、これは強力だなと思いました。春極殺のリーチも、無理やり長くすることができると、非常に強力な技になると思います。それですね、私の全体的な合気のファーストインプレッションといたしましては、鈍重なパワーキャラになるんじゃないかなという懸念はあったんですが、むしろ逆でどちらかといえばスピードよりかもしれません。パワーの部分については、やっぱコンボがね、わかんないと何とも言えないので、そこはわかんなかったんですけど、とにかく動かしてて動きは速いなっていうのは、わかりました。足が速くてですね、なかなかコントロールが難しいんで、すなわちこれはテクニカルキャラになるんじゃないかなと、
思っております。まあ、扱いは、結構難しいんじゃないかなとは、思います。強そうかどうか。やってみないとわからん。正直。戦えそうではありますもん。戦えそうではあるなと思いました。いろんな技を使っていく必要があるなと思います。豊富な、百鬼種とか残空とかも含めて、そこら辺も含めて、時には、嵐要素を使ったりとか、とは感じました。そんなところでしょうか。号機の私有なんですが、5月1日から6日の間できるということなので、まだね、この動画が公開されてからもできると思いますので、そちらの方に行ってみてはいかがでしょうか。ラグーナ天没内のラグナシアというところでございます。こちらの号機、それに伴い、ビッグパッチ、バージョンのね、なんていうかバランスアップデートも、適用されるみたいで、それは5月22日に、パッチきますので、皆様、お楽しみに。でですね、まあ今後もまた進展があり次第、動画を出していきたいと思っております。ガマ氷の、まあ旅行記、ガマ氷に行ってきたよという動画も、また出しますので、そちらの方も、お待ちください。それでは本日はこの辺でまた。